香川さん、教訓1とか、まああれは反戦かって言っていいのかみたいな。まあ、教訓1に関しては、プロテストに足を片方突っ込んだ個人の歌って感じだけど、気持ちになってくる。香川さんもね、一緒にやった時にね、僕ね、怒られたんですよ。怒ることあるんですか？そう。厳しい。怒られたっていうか、注意を受けて、いやでも関西弁で気持ちよく注意を受けたんですけど、お風呂屋さんでやったんですよ。はい。3D の岡さんが企画でなぜか。で、お風呂屋さんでやって、俺やった後香川さんやって、で、打ち上げとかでちょっと飯とか食ってたら、座って歌うなやって言われて、お前だ足腰立つやろとか言われて、はいとか。それ腹から声出せ的な意味いやなんか年取ってヨボヨボになってステージにギター持って出てきてよっこらしょってこう椅子に座ったらそれだけでゲイになるんだけど、まだ足腰が丈夫なやつが座ってもゲイにならんとかって元気なうちは立って歌えやとか言われて、いや怒られたっていうかその楽しくですよ。で確かになとか思って。であとは俺がこうやって譜面っていうか歌詞を見ながらこうやって歌ってたんですよ、なんかフォークのスタイルで一つあるじゃないですか、そしたら歌詞見るなやとか言って結構割と根本レベルのダメ出しがすいませんって。でそれはエンケンさんにもよく言われてたんですよ。そこの歌詞ライブの時見ない方がいいよってかっこ悪いよって言われて、それは人とか吉田拓郎とかこうやって見てるじゃないですか、拓郎さんとかでフォークのなんか一つのスタイルみたいに勝手に思ってたんだけど、香川さんが言ってて、歌詞なんか自分の曲やから作ったらええねん忘れたらとかその場で作るんやとか言ってて、それは確かにまあトーキンブルースフォーク出身の人のそうはいとか言って、でエンケンさんにこの間香川さんに座って歌うなんて言われましたって言って、人の勝手じゃんエンケンさん座るから高畑さんとかなんか座ってるわけだけど、いやまあもちろんニューギャングだって座るしそうでも皆さんそれぞれに個性自分のスタイルっていうのをちゃんと、僕なんか今日はじゃあ歌詞ちょっと入ってないのあるから見ようかなとかっていうぐらいなんだけど皆さんそんなんじゃなくって自分の信念があって人前で歌ってるっていういまだに思い出せたから、香川さんはそう言われたことをエンケンさんにも曽我部君歌詞見ない方がいいよ、ステージの歌詞見てるのかっこ悪いよって言われて、だから、ヒップホップの人なんか歌詞見る人なんか一人もいないじゃないですか。だから当たり前なんですよね。でもなんか新曲とかやりたいなと思うと歌詞見ちゃうんだけど、でもね、友部さんはたまに見て歌ってて。そうですか。いや詩人はそうだからまあどっちもありだし、俺はこうなんだってしっかり言えるかどうかなんだろうなと思って。言ってもらえるのもそれはそれ一つのコミュニケーション。そうなんか面白い。そうだから香川さんのいろんなことなんか大柄はだから満を持していわゆる C からデビューして、もちろんハックルバックになる方々が凄まじい演奏を繰り広げて最高の一枚ですけどね、これも。めっちゃグルービーです、曲も結構粒揃いだし、この前の URC 時代もやっぱ細田さんたちにも入ってすごいいいアルバム作ってるけど、これもう本当にすごいですね。ファンクみたいな。ファンクみたいな。弾き語りで、弾き語りというか、まあ、シンプルな。これみんな聞いた方がいい。これとか。これ言い方悪いですけど、中古版今全然。まだ1000円とかで売ってる。今だけですよ、でも。ですね。もうね、海外に伝わっちゃうともうなくなっちゃいますから、今のうちに。フュージョンとかそういうライトメロ系の裏で。これがむしろ。そう、だから、まだアガタさんとか、それこそ香川さんとか、西岡さんちょっと高いかな。まだ買えるから、ディランセカンドもまだ買えるから、今だけ、もう。確かに。確かに、今値段落ち着いてきている。そう、今だけ。まあでも、春一番コンサートもね、これもいいですからね、これもあったら買っといてください。もちろんそれとね、音楽の価値と市場価格の値段っていうのはもちろん全然、それがね、本当にそう、本当にそう。まさしくそれはね。だって、まあ、変な話、達郎さんだって昔は100円ボックスでみんな買えたわけじゃないですか。だから、
何がどうなってね、そう。今まだ、香川亮は中古版で手に入る。こんな名盤ないよ。いや、本当です。関西フォークで言うと、西岡共造さんも、やっぱこのアルバムもでも本当にシンプルな感じで、そう、イランのジョン・ウェズリー・ハーデンみたいな。ストーリーテリング的な。なんかね、西岡さんの共造さんの曲って、こう、詩がもう、こう、すごい極彩色っていうか、なんだろう。なんか、もう映画みたいなんですよ。でも、ボーカルはモノトーンで、ボーカルとか演奏はモノトーン。そのコントラストがすごい素敵で、これにも入ってるけど、確かイランセカンドの曲で、これいいですね、この写真がいいですね。これ楽器も入ってる。サーカスにはピエロがあって曲大好きなんですけど、この曲も本当に歌詞が世界旅行に連れてってくれるような、見たことない景色に連れてってくれるような歌詞なんですよ。これなんか一つのストーリーテリングとしてものすごいこう、そう、本当にそう。だから本当に作詞家として共造さんすごいし、だから矢沢永吉さんとかはね、共造さんをこう作詞家として深くしてくれたとかっていうことってすごいわかるです。詩がすごい本当にイマジネーティブです。それこそいわゆるそのメッセージフォークとも違うし、松本隆さんのああいう違うものとも違う。なんともこの独特のこの、そうだからジョン・ウェズリー・ハーディングの頃のディランの歌詞って、日本語にしたらひょっとしたらこんな風に響くんじゃないかなって思っちゃう。確かにプロトス線をやめて、そう、共造さんの曲ちょっとシンプルになってる。シンプルかつ細景。そう。曲もすごくないですか？曲もすごい。すごい。ジャケもいい。ああいうのフォーク、ストローク主体でこうガンガンやる感じ。なんかフォークというか、こういうやっぱりフォークロック。このここにないのかな。次のその次の作品、細野さんプロデュースのね、車のやつ。そうですね、松雪村行き。これも恐ろしく言う。あれもいいです。あれなんか細野ハウスみたいな。そうですね、ちょっとジェームス・テイラー賞とか。そうそうそう。ああいう中に入っても、その石岡さんの歌詞とかが、本当に、全然こう、その職にいい意味で詰められてる。ならない。曲調はね、そうあれで、細野さんっぽくなったりもする。骨組みがもうめちゃくちゃしっかりしてる。小坂忠さんとかだと、すごく、混ざり合うっていうか、もう細野と小坂忠で同じっていう一人の人物になるぐらいの感じあるんだけど、共造さんは違いますよね。なんかあくまでも共造さんの歌声と世界っていうか。そう。で、1年その17年のベルリンコンサートでカバーされてたもう一曲がその伊藤孝夫さんの、そう伊藤孝夫さんも大好きなんですよ。をやられていて、これもまた本当に素晴らしいな。伊藤孝夫さんのこのアルバムは大好き。水を一杯とかね。明日はきっとって名曲だけど、本当にね、等身大って言葉あるじゃないですか。そんなに好きな言葉ではないんだけど、本当に等身大の歌。そんな感じします。なんかこの人ってデビューちょっと遅い。シングルはね、アルバムがみんなからすごい慕われて、しかもそのした人がもすごい名曲化してるのに、なんかこう、なんなのか、その性格がそうしたのかちょっとあれなんですけども、なんていうかそういうこう、等身大感ね、いい形がありますけど、80年代のね、ちょっとニューウェーブ化したね、伊藤さんもかっこいいんだよ。そう、かっこいいんだよね、あれも。ちょっとダビーな世界に行ってて。俳優さんもやられる。ね、そう、かっこいいですからね、ご本人ね。そう、皆さん、ずらっと渡さん、村上律さん、銀次さんも入ってた。岡田徹さん。割とこう、でも、この人も本当に、ここが注目ですよ。ス
タイリスト中川もこの服スタイリングされたんだこれっていう普段着じゃないのかってめちゃめちゃ驚いたそこそうこの服おまけ五郎さんがスタイリングしたんだカーディガン貸しただけとかいいジャケットなんか湖とかなのかななんかあれらしいですよね雪が降り積もって雪なのかでも写真すごいですよすっごいこのジャケットもすごいこの結構サウンドもそのバンドサウンドがすごいいいんですよね別に好きなんですけど血を描いてうわいいちょっとエリック・アンダーソン確かに素晴らしいちょっとこうハーモニーとかもそうなんですよこれもでも洒落てんだよねそれこそ若い人聴いてほしいいや絶対ハマると思うだからなんかアコギ持って歌う20代前半の人たちっているじゃないですか、インディーフォークインディーフォークにそういう世界に一番近いのを言えって言ったらこれかもしれない、確かにだから三上さんも阿賀さんも皆さんやっぱ本当に癖強なんで一人一ジャンもうでも一番そういう意味では伊藤孝夫さんってふわっとしたボーカルも国旗成分がそうカフェで流せるかな、そうしゃれてる感じしゃれてるなんか一番スルッと聴けちゃうんですよ、好きなのそうです、であれでしょ佐藤さんもそうですこれが出る新しく今度イングレコードで、今までいわゆるその岩子さんがいらっしゃった時代のベルリンに関してはすでに配信がされてたんだけれども、今回これを機に退職された後にはもちろん素晴らしいで中でもやっぱり現ベルウッドファン元からベルウッドファンの人たちにとってみたら一番ハマるんじゃないか、これはでもそれこそいわゆるシティポップみたいなこれはそうですよね坂本龍一さんのアレンジが、恐ろしく緻密でそうですねだからちょっとこの全体からは毛色が違うものなんだけど佐藤博さん一応ご存じないかというとそれこそハックルバックとかウーパーレ周辺でやられてた佐藤博さんとは別人の方で、いわゆるガンズさんっていうガンズさん本当ベテランフォークシーンなんですけど本当素晴らしいですねこれでも配信されてなかったんで今までこれが新たに配信されるもったいない話だって聞いてくださいレコードとかも再発してほしいいや本当それ本当にこの間はそれこそベルトなんですけどピラニア軍団出ましたねついにねあれベルトこれもなんか三上さん言ってほしいなこれいやぜひ坂本龍一さんあれそうだこの頃の坂本さんがいいアレンジするんだよな本当にちょうどいいアレンジするんだよなトミー・リペウマ系のサウンドのラスバンドそうなんかなんていうのかなやっぱりフォークの人たちの仕事だから、そこまでこうなんか派手なことはできないけどでも自分のセンスをこう忍び込ませとこうっていう感じのアレンジをしてくれてるじゃないですか。結構大解コードとか積極的にピラニア軍団もそうだしいいんだよなブラジルのリズム入れてる最高なんだよ。なんかマイケル・フランクスのああいう世界なんですよ。ガンさん坂本さんが入ってないサイドのタンポポのサポートね、もうすごい素晴らしい。これは多分レコードが相当高いんじゃないかな。多分そうですよね。でだから僕らも当時はそんなに聴けてない、そのベルウッド聴こうっていう時には、そんなに聴けてない。でそこで春一番とかは、復活後のやつに出演されてます、そうですね。春一番の話しましょうか。これは福岡さんがね、風太さんがお亡くなりになって、すごい残念で、風太さんは僕らデビューした頃に本当にこういうベルウッドとか、フォーク、日本のフォーク大好きなんですって言ったら、ほんまそんなやつおるんかみたいな。で僕らまだ若いのに春一番呼んでくれたりとかして、で春一番はね、この頃はもう本当にすごいあれなんですけど、ずっとやってたじゃないですか。春一番行くともうみんないるわけですよ。友部正人だとかね、レジェンドクラスの方々、大塚さんだとか
だからすごいなと思って、で、セッションしたらええねんとか言うわけですよ。そういう空気感の中で、こういう春一番コンサートっていうのが行われてたんだなって、自分が行ってみて初めて分かるようになって、もうよりこの春一番のシリーズっていうのは自分にとって愛おしく感じられて、ちゃんとこう記録してても偉いですよね。なかなかそこまで気が回るもんじゃない。最初のね、ボックスみたいな。そうそう、10枚組の。僕は持ってないけど、いつか手に入れる。だから、いわゆるフェスを作ろうとかっていう発想とは全く別で、友達呼んでみんなで歌ったらええやん。楽しいやんっていう感じなんですよね。で、未だにそれなんだなと思って。なんかでも本当そういうイベントの本当にだから本当先駆けっていうね、だからまさしくそういうものっていうんですよ。だからちゃんとこうフォークというのはやっぱり、まあ、僕の技術でもあるけど、そうやっぱりこう演奏されてお客さんがいるっていう中で存在するものであるみたいなことに対する意識を感じるんですよね。ちゃんとこういうレコードがカタログにあるっていう。そうですね。工房コンサート。そうですよね。工房図もすごい素晴らしいですよ。あれもまた春一番のちょっと開放的なものとは違って、すごく個っていうかね、もっとこのライブを本当に撮った。ある町の多分コーヒーハウスでその夜桃部さんが歌ったものをそのまま作ってる感じ。そう。今見るとそこに大倉さんってミディを立ち上げた大倉さんのそう僕が本当に育ててもらった大倉さんの名前もあったりとかして、繋がってんだなと思ってすごい嬉しいです。すごくリリースでね、一つでもいろんな切り口からフォークジャンプっぽいやつもあるしね。で意外とね、春一番のねライブはね、音源が音がいい。ちゃんとライブなのにこんなにちゃんと撮れてたんだ当時って思ってすごい楽しいです。しかも79年まで全部やって毎年版があってね、しかもちゃんと出てるっていう、それもまたすごい話だね。偉い。残すことの素晴らしさ。もう本当に素晴らしい。まあこれはインパクトあったな、このレコードは。これはどっちかというとこの URC のね、そういうこうちょっとアンダーグラウンド。そうですね。そうですね。URC からの流れですね。これもでも本当にこれはかっこいいレコードですね。僕結構この注目ポイントあるんですけど、東北のそのご自身の結構積極的に割とだから割と皆さんがアメリカのフォークロックみたいなのを素直に行くところを日本のドメスティックなちゃんと自覚的にやる割合今でこそそういうのね重要な当時は結構試みだったんじゃないか。確かにそうですね。結構こうなんていうのかな、まあタイトルもそうですけど、ちょっとこう簡単に触るとやけどしそうなレコード。確かにそうですね。実際に放送禁止かになっちゃった。あ、そうなんですか。それなんか当時三浦さんの歌を言うと、理由はなんか全体的にバカにしてるから。その放送禁止ざっくりして。まあでもこの写真の素晴らしい。そう、このジャケットもかっこいい。でも好きなレコードですね。素晴らしい。もうでも、やっぱりなかなか今もしかしたら若者にはそこまで積極的に使えないわけで、この後もずっとあるから、山下さんのレコードって。フィリップスとかから出るのかな、なんかそれロックっぽくなってる。そう、俺それも好きなんですよね。なんかね、この人しかない宇宙があって、すごいなと思って聞いてました。あとそれこそもしかしたら、世代的にそれこそ若めのおじさんの頃見逃されてるってことだから、やっぱり六毛線って実はねちょっと見逃されてるんですよ、小室さんとか。ね、この辺はもちろん素晴らしい独特のね、今聞くと本当にいいんだよな、しみるんだよな。特にこの小室さんのファーストアルバムとか、ストリングスの感じとかもなんと言ったらいいか、これフォークロックっていうかね、シンガーソングライター、ソフトロック、シャンソンね、シャンソン味のある感じの歌い方っていう、非常にこう多様性もあるし、もちろんモダンフォーク、素晴らしいアコースティック。そうですね。だから
小室さんとか、6号線のこれとキングサーモンとかがどっちかというとニューミュージックの、架け橋になってるのかなって感じがしますよね。そう。この後のニューミュージックにはいどうぞっていう橋渡しな気が。フォーライフレコード。そうですね。フォークからニューミュージックっていうか。結構やっぱり聞くと相当緻密に作り込んでね。いや一番緻密だと思う。皆さんがざっくりロックの世界なんだけど、やっぱりどっか歌謡のしっかりしたプロダクションっていうのがアレンジとかかなりしっかりある。これこそまだ全然買えますよね。買えると思うんですけどね。どうなんでしょう。欲しいなって思うけど。レコーダーさんに行ってみてください。そうか、本当にちょっともうミレニアム他にもたくさん岩井宏さんだったり名盤だらけなんだよね。岩井さんのジャケットもいいですよね、あれ。あ、この30歳。30歳ある？30歳ないんだ。あれが、あのジャケット大好き。多分自分のお子さんなんですね。なんか生活と音楽の、なんていうの、多分70年代初頭って、フォークとかメッセージフォークとか作ってメッセージを。いや、片や歌謡曲とかってもプロフェッショナルな作ってるんですけど、ああいう形で、さっきのパフォーマンスの話をしてますけど、自分の生活と音楽をパッケージとして、それを表現していく、相当やっぱり先進的なことだったんだなっていうのは、あのアルバムなんか本当に親密な、本当そこで歌ってるみたいな。そうですね。なんか私小説的なね、私小説的な。今、アイドルとか芸能人の人とかだとそんな生活を見せてどうっていうものってないじゃないですか。でもフォークの人たち、ベルウッドの人たちってそういうのがちょっとあえて自分の生活も一緒に見せて、で音楽を届けるっていうのがあるから、多分だからこれとかこの女性が誰なのか知らないけど彼女なのかなみたいな、で彼女と一緒に出るよみたいな、ボブ・ディランだって彼女と一緒に出てんじゃんみたいな、それがなんか好きかな。だから子供が生まれたら子供の写真っていう表現のあり方ってやっぱりそうね、坂上さん本当に僕すごい生活のことすごい影響を受けてるかもしれない。そういうところに表現入れ込んでる。やっぱなんていうの、ボヘミアニズムというか、皆さんやっぱなんていうのかな、いい意味で絶対長いものには巻かれないぞみたいな気概が言葉知りまくってるんですよ。もちろん。このなんていうか、結局この自分は個人であって、放浪の芸術家としてのプライドみたいなのがすごく高い。それだから一匹狼っていう感じが、そういう空気感ってやっぱり当時の時代のことを分かると余計面白いんですよね。当時ってやっぱりそれまでそれこそ学生みたいなのがあって、言ってみれば彼らはそこからこう馴染めなかった人たちっていうのが、そうも言えるでしょうね。だからフォークのコンサートでみんなでこう合唱するものとは違う個人のメッセージっていうか歌なんだっていうことだと思うんですけど、そちらの方に何かもっとまっすぐ誠実性があるんじゃないかというのをもがきながらやってたみたいな。そうですね。それって割とこう今さらっと聞いちゃうとなかなかわかんないかもしれないですけど、重要だよな。ど真ん中でしょうからね。みんなで運動をしてデモやってプラカード持って、その中でいや俺はギター持って一人で歌うよっていうことですもんね。これの一つの抵抗のあり方ですね。自負があるんでしょうね、皆さんね。その感じの歌ったり、当時の日本の他のこういうジャンル以外の音楽とかと聴き比べてみるとね、この得意性っていうのはごく一部ですからね。こういうデルウッドっていうのは音楽業界っていう今やむしろすごいね、こうなって今はこう目立つんですけど、素晴らしいから、本当はごく一部の言っちゃうとちょっと水面下っていうか、そんなにヒットチャートにみんなが登場したわけでもないしのものですよね。でもこうやってずっと輝き続けてて、むしろ輝きが増してる
可能性すらあるというか。あとそれとしてやっぱすごく、そこでちょっと違っておっしゃる。はい。なんかこう、まあ当時のやっぱ録音、マイクに向かって、やっぱり人がそこに受け歌って、空気を震わして鳴らしてるっていう感覚っていうのが、やっぱり当時のレコードさんは本当にノイズパッケージされてる。やっぱりありますよね。70年代初頭の音のマジックって一体何なんだろうなってずっと思ってたんですけど。ねえ、だからコンプも、そんなにがっつりかけない、とにかく生音を鳴ってるまま撮りたいっていう、それが撮れるかもしれないって技術が来たんでしょうね。60年代から発達していって、そういうトラックとかもマルチチャンネルとかそう増えてきて、アコギの音をここでこうやって弾いてるように撮ってほしいっていう、でそれに金次さんたちが答えていたっていう、いやその凄さもあるんですよね、録音の凄さっていうのも。でこうやっぱり一方で、テクノロジーが発達し変え変わると過度になんかやってないですよ。絶妙なところに落ち着いてるなっていう。でリバーブなんかかけなくていいでしょみたいなところがあって、ここら辺の割り切りみたいな、すごい。だから結局みんなこう録音するときに70年代のこのレコードのこのドラムの音とかって永遠にやっちゃう。そう風間シュマンナーのとかね、でしょ、コンポの音がしたいんだっていう。そうまあ外国だってね、70年代のブレイクビーツの音なんだとかっていまだにあるんだと思うし、やっぱりそういうポップミュージックのなんかこういうなんかそういうスタジオワークだったり、歪の一つのこう、いやなんか一つの完成形がもうここにあるんだよ。一番いい瞬間だったんだと思います。マイクとかタクとか、あと部屋の鳴りとか、そういう意味において結構割とオタク耳の人でも、ここら辺のベルトのタルトが聞いても面白いんじゃないかなですね。そういうエンジニアリング耳。そうです。あとまあそれこそ先ほどスコッチだったんですけど、例えば昨日僕このインタビューのために車の中で伊藤孝さんのアナウンスを聞いて、明日歌を学びながら夕焼けこうなんかこうなんだろう、目の前でこの音だけが鳴ってるっていうことに先ほど言ってましたけど、なんかその人が普段どういうことを食べて何を考えてるか、そういうなんていうんですかね、それが音の向こう側に、それが異常に愛おしく感じる。サウンドトラックというか自分の人生のサウンドトラックのような話。なんか結構伊藤孝さんが歌ってる前日にどういうこと考えてたのかみたいなこととかもなんか異様に愛おしく感じる。そうなんですよ。サウンドなんだなっていうのがあって。でそれが今の自分の目の前の景色と結びついてしまうっていう、まあ奇跡ですよね。そういう瞬間がやっぱりフォークある意味で公のための歌として始まったものだけど、すごいこの時代において個人の一節にね近づいて、でもなんかその絵が結果的によりなんか公になっていう方がよりそこになんか感情が乗せられる。だから聞き続けちゃう。ね、細野ハウスとかもそれの最たるのが多いんですよ。本当に細野さんの心象風景を、でも今どんな世代、もうこの番に関しては言葉も国境も全て超えて世界中に共有されているっていうことがすごいなと思うし、いやそりゃそうだよなとも思うんですよ。確かにみんなアメリカ人の人とかが早く細野最高っていうそりゃそうでしょ。今更に言ってるまあちょっとここから全体的な話していきます。このレーベルという存在、ベルトレーベル、まあ今一口に例えばインディーズレーベル、まあそこはコースレーベルをやられてるわけですけど、レーベルを運営していって、しかも自分が本当に素晴らしいなと思うのを出していて、本当にまあある意味言うはやすしというかですね、を続けていて、しかもこういうクオリティだったりとか、もちろん厳密に言うとインディーズじゃないわけなんですけど、なんかそういう自分がレーベルを主催している身としてなんかどういう感じの魅力だったりとか、レーベルカラーで
レベル外ができてしまうから、それはすごいですよね。日本のそういうレベルでは結構珍しい。レベルってみんなそういう思いで作ってるんだけど、レベル外してほしいな。マーク入ってれば。そう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 。そうだから僕らだったらそのリアルタイムだとチェリーレッドとか、まあラフトレードもあったけど、そういうものとかやっぱりなんか絶対いいんだろうなとか思って、もちろん全然自分が好きじゃないものもあったりするんだけど、なんか勝手に信頼を置いちゃってるっていうか、ベルウッドとか URC ももちろんそういうもので、自分たちがレベルやるってことも当然そういうことなんですよね。自分の責任において自分がこれがいいと思ったものを出してんだよっていう、それもうどこのレベルもそうだと思うんですよ。そうですね、キングレコードって、まあ、言ってみたらもう多様のど真ん中、ど真ん中の、言ってしまえばちょっとある意味保守的な存在の中から、こういうのいきなりやったすごいことだよなっていうのはそうですよね。だからそれはやっぱり URC がその先駆者としてあったで、あれをもっとこうしたいとかっていうこともあっただろうし、だから結構なんか当時の社長が割とゴーサイン出してくれたっていう、キングの、懐深いなっていう、まあそれだけ余裕があったんでしょう。余裕があったっていう、でなんか結局じゃあ会社別会社で独立せよかって進めてくれたみたいな感じらしくて、欲がない。それでなんか最初三浦さんももはやなんか早期退職者を募る、じゃあ俺も辞めますみたいな言ったら、いや若い人は辞めなくていいから好きなことやめなよって言われてベルウッドっていう別会社で、なんかこうフットワークの軽さとなんかいい意味では全然あんま気負ってないっていうか、なんかその感じはもう含めてなんか今のなんかビーズのいろいろなんかこうフットワーク軽く動いてるそうですね感じっていうか、そうですね、いう感じが、それの最初かもしれない。それがなんかこのマシーナ OK っていう、結局でもそれで、まあ、フィリップスに移動してアーティストごと連れてっちゃうっていうところも含めてなんか人間的によく思ったのが結構割と裏方目線からそういうところに行くんですか。今の人がそうベルウッドの今の若者たちがねベルウッドのレコードを聴くときに、まあ、配信で聴くじゃないですか。で配信でこうやってこんな細野ハウスってあるんだって聞く。で僕らはこうやってバンオからレコードを取り出して、で細野ハウスのちっちゃいブックレットを見ながら聴いたんだけど、だからといって配信だからといって何か目減りするものでは全くないと思うんですよ僕は。だからこうフィジカルじゃないから細野ハウスの魅力が落ちるとかね、レコードで聴いてないからなんか音質が伝わらないとか、そんなこと全然なくて、そんなもので目減りするような魅力じゃないんですよね。だから配信で聴いてもいいし CD でもいいしレコードでもいい。僕らはレコードで聴いてきたけど、全然配信でじっくり聴いてもらったら全部伝わっていると、僕のその風待ちロマンの最高に響いたのはだって彼女の軽自動車のカーステのカセットですもん。だからシチュエーションだったりとかどういう分野でその聴くのかみたいな、その方がむしろ絶対そう。だって聴く人のものだから聴く人の心の中に入っていくから、それはあとはもうその人のコンディション、魂のコンディション。まあでもなるべく早めに出会っといた方がいいですよね。いやもう早くて悪いことは何もないです。10代の時聞いて本当に人生変わっちゃった部分あるっていうか、でも本当に音楽ずっと聴いてるとみんな実感すると思うんだけど、出会う時に出会いますよね。出会うべくして出会う時に出会う、そうだから絶対どっかで細野さんの音楽とはみんなどっかで出会うだろうし、音楽を聴き続けていくと、それが一番ベストなタイミングなんだと思う。